尺八の疑問。教えてマスターヨーさん。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、今回はですね、ちょっといつもと趣向を変えまして、はい、心得でレッスンするのではなく、帯ちゃんの質問に答えていこうかなと、結構聞きたいことが溜まってきたみたいですね。はい、はい、ということで新コーナー名お願いします。教えてマスター鷹山。いやー、日頃尺八の練習をしてる時に、はい、これどうしたらいいんだろう、今度先生に聞こうって思うことがいくつもあって、なるほど。今回は先生にはい、聞きたいちょっとと思います。どんな質問が来るかドキドキしてます。はい、お願いします。まずは、はい、アナウンサーの世界でも新人アナウンサーの時に発声練習とか滑舌練習っていうのを散々やるんですね。私もアナウンサー10年になるんですけど、10年経った今でも発声練習とか滑舌練習っていうのは生放送前にはやってるんです。生放送前には、はい、その仕事の前とかにはやるようにしていて、例えば私は朝番組が始まる前朝シャンするんですけど、ヘアドライヤーしてる間に、ラレ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 ってずっと言ってるんですよね。でも目も覚めるし、口も回るようになるしっていうのをいつも心がけてやってるんですけど、それの尺八版ってないんですか？なるほど。音出しというか、尺八の発声練習みたいなので。なるほど。いや、これ難しい質問だな。実はあんまり練習しないタイプなんですよね。感じ悪すぎません？いや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 。こっちは必死で練習してるのに。いや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 。素晴らしい素晴らしい。はい、そうですね。お稽古に練習してこなかったら練習してきませんでしたねって言いますけど、練習って思っちゃうと、まあありますよ。例えばよくあるのはおつのろぶき。はい、おつろぶき。もうおつのろをひたすらロングトーンで吹くっていうもう尺八の鉄板ですね。難しいですもんね、低いロって。そうですね。それをしっかり鳴らすっていうのは、逆に言うとおつのろがしっかり鳴らせるぐらい楽器全体響かせられてる時って他の表現何でもできるっていうこと基本の音だと思うので、その尺八の人たちが集まる合宿とかがあったりすると、朝7時に外に集合して外でみんなで輪になっておつのろ吹きって言ってずっとろを吹いてたりすることもあります。音出しって言って、例えばパートリーダーみたいな人がいたら、おつのろ、おつのつって一個ずつ上がっていって、ロングトーンでずっとロングトーンっていうのが大事なんですね。そうですね。どれくらいその楽器をしっかり鳴らせてるかっていう意識を持つために吹く場合もあるし、あとはまあ一日の初めにとりあえず音を出しておくと調子が良くなるっていう、こともあるかも。尺八の音の出し方って体の使い方としては大きな声を響かせてる時と同じなんですよ。もう体を解放して、うわーっていう時の体の使い方をしているので、朝に一発それをやっとくと体が出来上がるみたいな、こともあるかもしれませんし、あとは登山流としては笹吹きという吹き方が基本にあるので、こうスーッと入ってスーッと消していく。まあそれがちゃんとできてるかってことを最初に確認するっていう、整えるって意味合いもあるかもしれないが、このロングトーンを吹くっていうのは一つありかもしれないですね。やってみます。あとは何を対策したいかじゃないですか。指回しを対策したい人は、例えば僕の聞いたことあるのは、このまあこれはドレミの音階に指使いを慣れさせたい時には、まあ、いわゆるスケール練習というやつですよね。吹奏楽部の人とか他の楽器でよくやってると思うんですけど、あとは1個飛ばすとかすごいとか、まあこういうことをやる人もいます。ただ
だ古典の曲やるときにはまたちょっと違う練習だったりすると思うんですよね。実際にもう曲をひたすらやるっていうのも一つ練習かもしれません。これから先、その江戸時代の曲古典とかもやっていきますけど、1曲長いんですよ。20分とか30分とかざらにあるんですけど、それをとりあえず1回通して吹こうかなみたいなとか、この曲3回通して吹こうかなみたいな、それだけで1時間ぐらい経っちゃったりするんですけど、それでもうとりあえず体を作っていくみたいな、そういうことをやる人もいるみたいです。ただね、僕思うんですけれど、個別の練習法っていうよりもなんか練習ってしんどく感じちゃうと良くないじゃないですか。なので練習だと感じない練習って大事かなと思って、例えば僕の場合ですけれど、テレビゲームの音楽が好きだったので、なんとなくこう楽器持ってるとなんとなくこう吹いちゃってたんですよね、好きな曲を。なんとなく吹いちゃってたってすごいことですけどね、でもそのなんとなく吹くっていうのもすごく大事だと思っていて、吹こうと思って吹くんじゃなくて、なんとなくこう好きな曲をハミングするみたいな感じで、尺八でなんとなくこう知ってる曲でも何でもやっていると、それはそれで力が抜けた状態で吹けることになるので、いい、練習というか癖なのかなと思いますよね。だから僕はあんまり練習はしたことはないんですけれど、トータルで吹いてる時間は長いかもしれないです。常にね、そうか、そうですよね。楽器を持っているとなんとなく吹いちゃうみたいな。だからとりあえず手に取るってことも大事かもしれないですね。僕が勧めてるのは1日5分でも吹いた方がいいです。1週間貯めて2時間やろう3時間やろうじゃなくて、毎日5分でもいいから触るとなんとなくこう忘れないで、そのまま継続してこう保っていって成長していけるので、たまにまとめてやると結構失ったものを取り戻す作業で終わっちゃうので、なので一日の中に尺八を吹く時間っていうのを取り入れてもらうのはいいかもしれない。わかりました。勉強になりました。尺八。いや、まだまだ質問あったんですけれども、はい、ごめんなさい。僕も今日ね3つぐらい答えるつもりでいたんですけれど、1つで十分ねもう時間取っちゃったって、すいませんね、話が長くて。でもすっごく勉強になりました。全部実践してみようと思います。本当ですか？全部やったら結構大変。5分っていうのは全然できてなかったなと思って、そうですね。まとめてガッと時間取るっていう練習法だったので、常にこう触れるっていうのが大事ですね。そうですね。吹こうと思わずに、まず楽器を手に取るっていうことが大事。手に取れば何かをするので、そうか、そうですね。手に取るっていうことを習慣づけた方がいいかなと思います。今日質問もらいましたけど、なんかもうこれ心にしてもよかったなっていうくらいやっぱりこれもね聞いてもらうことでまたいろいろ発見もあるので、次の機会にもまた質問してもらいたいなと思いますし、これはぜひ視聴者の皆さんからも質問を集めたいなと思いますので、コメント欄にぜひ質問いただければ少しずつお答えしていきたいと思います。どんな質問でも構いませんよね。そうですね。専門的な話からもう基礎的な話まで何でも。そうですね。帯さんが朝シャンで使ってるシャンプーは何ですかとか、そういう質問でもいいと思います。ぜひぜひお待ちしております。では今日はここまで。うおっす。